大切な家族が明日消えてしまうとしたら、あなたは絶望せずにいられますか？ 2011 年2月3日、イタリア・プーリア州シェリニョーラ、22時47分、シェリニョーラ駅の線路の上には一人の男の姿が。駅にはミラノ行きの特急列車が迫っていました。次の瞬間、轟音とともに通り過ぎた列車はいともたやすくその男の命を奪ったんです。亡くなった男の名はマティアス・カスパー・シェップ。数日前に双子の少女を誘拐した犯人でした。そして彼は死の直前、双子の母親にこんな手紙を送っていました。二人は静かな場所で眠っている。今日僕はチェリニョーラで死ぬ。マティアスのその手紙は双子を殺害した後、自身も命を絶つことを示唆していました。しかしこの時殺害されたはずの双子は十数年経った今でも亡くなったか否か分かっていないんです。列車にひかれて死んだ誘拐犯と跡形もなく消え去った双子の姉妹。二人の少女は殺されたのか、今もどこかで生きているのか。謎多き少女失踪事件のわずかな頼みの綱とは。おそすけんちゃんです。やみやみこんです。あんたさ、ハントしたことある？ハント。ハント、高校生の時に隣の高校の好きだった人をハントしたの。ナンパや。人生で唯一1回だけ高校生の時にナンパしたのをハントっていうの。違う、そういう話じゃなくて、そういうハントじゃなくて、フルーツ狩りって言ったことあるって話。そっちね、プーさん文脈ね、甘いもの系ね。ごめん、マジない。あなたイチゴ狩りとかデートで行ったこととかないの？ないね。普通に一緒にイチゴ食べちゃうね、もしデートするなら。だからイチゴのパフェとかでもいいし。わざわざ摘みに行ったりはしないってこと？そうだね。でも一緒に摘みに行くの楽しいわよ。私この前イチゴ狩りに行ったの。すごく楽しかったから、イチゴ以外のものも狩りたいなと思って、あなた知ってるかなと思って聞いたんだけど、イチゴ狩りさえ行ったことないのね。ね、そう、かわいそうな人みたいに。ちょっと皆さんに教えてほしいの、私。何狩りがあるの？なんでもいいよ。ブドウ狩りとか、海賊狩りとか、ボンタン狩りとかあるじゃん。海賊狩りってどこでやんの？ソマリア沖とかじゃないですか。ボンタン狩りって何？下のズボン取ってるやつじゃない？不良映画とかでさ、あるじゃん。あなたすごいフルーツ狩りよりエキサイティングなハントを知ってそうね。まあしてみたいけどね。何を？普通のフルーツ。フルーツ狩りの方がびっくりした。ボンタン狩りの方。今回ご紹介するのはヨーロッパ中を巻き込んだ双子の失踪事件について。犯人は少女たちを殺したと言っているんですが、実際のところ彼女たちがどうなったかっていうのは十数年経った今でもわからないんです。殺したって言ってるのに、殺したかどうかわからない。それは要するに遺体が見つかってないとかってことなの？そうなんです。なので少女たちがどっかで亡くなってるのか、はたまた生き延びて生活を営んでるのかっていうのは誰もわかんないんです。なので皆さんもぜひ考察しながら見ていただければと思います。ある日、仲睦まじく観光地を歩いていた一組の親子。島の住人は気づいていませんでしたが、彼らはかなり訳ありの親子だったんです。さらわれた双子。2011年2月1日、フランス領コルシカ島プロプリアの美しい砂浜が広がるその港町を一組の親子が歩いていました。40代半ばの男女に挟まれ、嬉しそうにクロワッサンを頬張っていたのは、ピンクのジャージに白いパーカーを着た双子の姉妹。すれ違った島の住民はその家族を微笑ましく眺めていました。平日なのに観光客とは珍しいわね。それほど広い町ではないプロプリアノでは、住民も顔見知りが多く、観光客は一目でわかると言います。そして島の住民は誰も気がついてはいませんでしたが、大人の男女に連れられてその町へ訪れていた少女たちは国際手配されている行方不明者でした。双子の名前はアレシア・シェップとリビア・シェップ。それぞれ短めのブロンドの髪と大きな瞳が特徴の可愛らしい少女でした。二人を連れていた40代半ばの男女は紛れもない誘拐犯。双子の姉妹は故郷のスイスからさらわれてしまい、インターポールによってイエローノーティスが発行されたところだったんです。インターポールによって発行されるイエローノーティスは、今回の事件のように国境を越えた誘拐事件の捜査などでかなり活躍するんです。というわけで本日のメトラキーワード、インターポールのイエローノーティスについて。イエローノーティスとは、国際刑事警察機構インターポールが発行している行方不明者に対する世界的な警報。各国の警察によって要請され、行方不明者の情報が加盟国196カ国に通知されるんです。イエローノーティスが発行されると、警察は該当の行方不明者の捜査情報を各国に要求できるほか、国境の検問でも当事者がマークされます。そのため誘拐犯は渡航が困難になり、彼らを追い詰める際には有力な武器になるんです。2025年現在、イエローノーティスが発行されている行方不明者の数は約1万人。各国の協力により、今も多くの行方不明者の捜索が続けられているんです。一見して両親にも見える大人の男女と、楽しげに観光地を歩いていたアレシアちゃんとリビアちゃん。彼女たちはいかにしてその男女にさらわれてしまったのか。事の発端はこの時から5日前まで遡ります。
2011年1月28日、スイス某州の町サンシュルピスで一人の男がとある一軒家のインターホンを鳴らしました。彼の名はマティアス・カスパー・シェップ。しばらくするとその家のドアが開かれ、双子の少女が元気よく飛び出してきました。パパ、今日何して遊ぶ？私、おままごとがいいな。父親のマティアスに向かい、無邪気な笑みを浮かべるアレッシアちゃんとリビアちゃん。二人に続いて母親のイリーナ・ルチディも玄関へやってきます。それじゃあ二人のことよろしくね。それとさっきメールしたあの話よく考えておいて。イリーナがそう告げると、父親のマティアスは少し間を置いてどこか複雑な様子で返事をしました。ああ、実のところ夫婦はこの半年前から別居状態。原因は性格の不一致でした。そしてマティアスはついさっき妻のイリーナからメールで離婚の意思を告げられたんです。はしゃぎながら車の後部座席に乗り込む娘たちを横目に、父マティアスは寂しげな表情を浮かべていました。家事のこともこの子たちの育児のことも僕は確かにとやかく言い過ぎたかもしれない。イリーナに息が詰まる思いもさせたかもしれない。でももやもやと晴れない気持ちのまま双子を乗せたその車のアクセルを踏んだマティアス。彼は妻との関係がうまくいかなくなってから精神科へ通うほど心を病んでいたんです。妻からの離婚の申し出にそんなマティアスの心は限界を迎えつつあったのかもしれません。もしかしてマティアスが双子を連れ去っちゃうわけ？まさかさ、実の父親が誘拐犯になるだなんて思いもしなかったわよ。親権争いをしている親子の間では、相手に許可を取らずに無断で子供を連れ去ってしまうっていうケース結構あるんです、そしてマティアスの場合は心を病んでいたために連れ去るだけではなく、さらに良くないことを企んでいたんです。マティアスがアレッシアちゃんとリビアちゃんを連れて行った翌日、母イリーナの元にこんなメールが送られてきました。子供たちは月曜に帰らせるよ。学校には僕が連れて行く。双子はいつも金曜の夕方から父親の家に行き、日曜の午後には母イリーナの元へ帰ってきていました。それがマティアスは娘たちと少しでも長くいたいのか、面会日の1日延長を申し出てきたんです。母イリーナはすかさずマティアスに電話をかけました。日曜の午後には子供たちを帰らせてね。学校の準備もあるから。イリーナがそう言うと、父親のマティアスはしぶしぶ同意。しかし翌日、約束の時間になってもアレッシアちゃんとリビアちゃんは帰りませんでした。マティアスに電話をかけても繋がらず、その日の夕方、母親のイリーナは慌てて警察署へ駆け込むんです。子供たちが別居中の夫の家から帰ってこないんです。あの人の家に行ってみたら車もなくて明らかにおかしいんです。マティアスの家には2台車が止められており、彼はそのうちの1台に乗って娘たちを連れ去ったようでした。残されていたもう1台の車にはチャイルドシートと子供たちのお気に入りの毛布が置きっぱなし。子供を連れ出すにしては違和感のあるその車の状態に、母イリーナは嫌な予感を覚えたんです。その後、警察を伴って再び夫マティアスの自宅に向かったイリーナ。すると家の中には彼の遺書が置かれていました。僕が死んだらこのアパートを妻のイリーナに譲る。そして遺産は子供たちに。ただもしその時子供たちがもう死んでいるとしたら、僕の兄弟にも分け前をあげなきゃいけない。この遺書を確認したスイス警察は直ちに双子の誘拐についての警報を発令。アレッシアちゃんとリビアちゃんはインターポールによって国際手配されるんです。この父親何？アレッシアちゃんとリビアちゃんを殺すつもりなの？遺書の文面からそう読み取れちゃいますよね。ここから父マティアスは双子を連れ最後の観光地へ。父の選択。スイスから双子を連れ出した翌日の昼過ぎ、父マティアスは南フランスのマルセイユを訪れていました。 ATM で7000ユーロを引き出した彼は、そのうち4400ユーロ、日本円換算で50万円ほどを妻のイリーナに送金。同時に彼女宛てにこんな手紙を送ったんです。僕はこの子たちがいないと生きていけない。家に残してきた遺書に、もし自分が死んだ後子供たちがもう死んでいるとしたら、僕の兄弟に分け前をあげなきゃいけないと記していたマティアス。彼が送金した4400ユーロはその兄弟への分け前、つまり自分が死ぬ前に子供たちを殺害する意思の表れに思いました。その日の夕方、マティアスはコルシカ島行きのフェリーへ乗船。旅行としか思っていないアレッシアちゃんとリビアちゃんは船の中でも大はしゃぎでした。翌日、コルシカ島の住民の複数人が親子を目撃。後日警察が彼らに写真を見せたところ、ほぼ間違いなくアレッシアちゃんとリビアちゃんだったという証言が得られています。アレッシアちゃんとリビアちゃんはさ、お父さんと旅行に行けて嬉しいっていう感情だったでしょうに、まさか殺されるだなんて思いもしなかったわよね。娘と離れたくないからって娘たちを殺してその後自分も死のうって、なんかその考えのつながりが分かんないですよね。コルシカ島を訪れた翌日の2月2日、父マティアスはまた不可解な行動に出るんです。早朝、フランス本土トゥーロン港へ戻ってきたマティアス。高速道路の料金所のカメラに映った彼はすでに双子を連れていなかったんです。
娘たちと別れ一人になったマティアスはそのまま車でイタリアへ。そして翌日の22時47分、プーリア州チェリニョーラを訪れたマティアスは駅のホームでミラノ行きの特急列車の前に身を投げました。そして彼は死の直前、妻のイリーナにこんな手紙を送っていたんです。イリーナ、もう二度と会うことはないだろう。あの子たちは静かな場所で眠ってるよ。そして今日僕はチェリニョーラで死ぬ。マティアスはその手紙の中でアレッシアちゃんとリビアちゃんがすでに亡くなっていることを暗に示していました。しかしコルシカ島の住民に目撃されて以降、双子の目撃情報は一切なく、2人が本当はどうなってしまったのか真相はわからないままだったんです。コルシカ島から戻ってきた時に一人だったってことがさ、島の中で娘たちを殺しちゃったってことかしら。普通に考えるとそうなんですけど、リビアちゃんとアリシアちゃんは冒頭でも話した通りまだ生きてる可能性もあるんです。わずかな希望。マティアスが亡くなって以降、妻のイリーナはメディアにたびたび出演し、娘2人に関する情報提供を呼びかけました。誰でもいいから娘たちを見かけた人、何か知ってる人は警察に連絡してください。涙ながらに訴えるその声に応えるかのように、スイス、フランス、イタリアの警察は連携を取り、総力を挙げてアレッシアちゃんとリビアちゃんを捜索。フランスではフェリーの客室から配管に至るまで DNA の痕跡が捜査されたほか、イタリアではホテルやサービスエリアなどを中心にくまなく聞き込みが行われました。最後に双子が目撃されたコルシカ島でも警察はヘリコプターや警察犬を用いて島の隅々まで捜索を展開。しかし数ヶ月、1年、2年と時が経ってもアレッシアちゃんとリビアちゃんに関する有力な情報はついに一つも得られなかったんです。こうなると有力視されるのは、父親のマティアスが双子を殺害し、遺体を二度と発見されない場所に隠し、凶器などの証拠も入念に消し去ったとする説。彼は妻イリーナへの手紙でも娘たちの殺害を匂わせていたほか、事件前には銃や毒物に関しネットで検索していました。マティアスのそれらの行動からアレッシアちゃんとリビアちゃんが人知れず殺害された可能性は限りなく高く思えたんです。一方で父マティアスは亡くなる直前の行動に関し、まだいくつかの謎を残していました。実はその謎はアレッシアちゃんとリビアちゃんが生きている可能性を示唆するものでもあるんです。マティアスはコルシカ島に向かう直前、4400ユーロ、日本円換算で50万円ほどを妻イリーナに送金していました。ただ彼が ATM から引き出したのは全部で7000ユーロ、残りの2600ユーロはマティアスが持っていたはずですが、彼の所持品からは見つかっていません。マティアスは残りのお金を一体どこへやったのか。皆さんは彼が双子を連れてコルシカ島を訪れた際、そこにもう一人の人間がいたことを覚えているでしょうか。2011年2月1日、早朝のコルシカ島プロプリアノにはアレッシアちゃんとリビアちゃんを連れた父マティアスの姿が。クロワッサンを頬張りながら嬉しそうに歩く双子。マティアスは娘たちを愛おしそうに見つめていた。アレッシアやリビアとここへ来れるのももう最後か。ヨットでのクルージングが趣味だったマティアスは地中海に面したプロプリアノの町へこれまでもたびたび娘たちを連れてきていた。しかしそんな楽しい日々も妻イリーナから離婚の意思を告げられたことで終わりを迎えようとしていた。僕はこの子たちがいなければ生きていけない。マティアスはコルシカ島を立った後の自身の運命をすでに決めていた。そして愛する娘たちの運命も。次の瞬間、顔を上げた彼は一緒に歩いていた40代半ばの女性を見た。この子たちのことは頼んだよ。マティアスがそう言うと、黒いコートを羽織ったその女性はただ一度静かにうなずいた。そういえばさ、アレッシアちゃんとリビアちゃん、父親と一緒に来た時に大人の女性一人と一緒だったって言ってたわよね。そうなんです。この女性は今でも何者かが分かっていないんです。もしかするとマティアスから双子の娘を任されたんじゃないかとも言われているんです。妻のイリーナは最後にマティアスに電話をした際、彼の背後から女性の声が聞こえた気がしたと証言しています。そしてマティアスはコルシカ島内で女性といるところを複数人に目撃されていました。その目撃情報から妻のイリーナはこう話しているんです。父親が娘たちをコルシカ島に連れて行き、誰かに託したと信じたい。私は決して諦めません。コルシカ島に行く直前に引き出した7000ユーロのうち2600ユーロは娘たちのとりあえずの生活費としてその女性に渡した。一つの仮説ではありますが、そう考えると父親のマティアスが亡くなった時にそのお金を持っていなかったことにも辻褄が合うんです。事件後、母イリーナはミッシング・チルドレン・スイスランドという行方不明児童の支援団体を設立。2012年には失踪した児童に関するホットラインを開設し、スイス国内から多数の相談を受けています。ある日突然、父親によって娘2人を奪われてしまった女性が選んだ道は、同じ苦しみに苛まれる人々を導く存在となることでした。いつかその思いが実を結び、双子の姉妹が母の元へ帰る日が来ることを願ってやみません。もしイリーナと同じように大切な家族がいなくなってしまったら、あなたはどのようにして心を保ちますか？
おそすアルゴメントリーのケンちゃんです。今日はですね、皆様にね、ご報告があります。この度、私、結婚ではないです。そんなわけないんですよ、僕がね。はい。ただね、このね、2年ぐらいね、皆様にずっと言い続けてきたことがありますと、それがついに実現できるんです。というのもね、常にね、なんか皆さん同士が交流したりとかね、僕とかヤミコさんがこう会う場っていうの欲しいなって思ってたんです。ついに、そういった場ができますと。皆さんね、恵比寿駅4番出口徒歩5秒のね、めちゃくちゃ立地がいいところにですね、この度、シーシャバーシュメル、オープンします。ついにですよ、YouTube ね、6年ぐらいやってきて、やっと視聴者さん同士が交流できたりとか、あとはね、まあ僕も本当に、結構いると思うんで、オフ会とかじゃなくてもね、ふらっとそこに来て、たまたま僕いたらね、ぜひね、声かけてください。ついにこういう場が作れる日が来たなとね、やっと皆様にご報告できたなと、ね、本当にね、嬉しく思います。で、そこでね、C 社吸ったりとか、でもちろん C 社吸えない人も来れるようにしてます。カフェ利用みたいなのも OK なんで、ソフトリだけとか、お酒だけとかね、バーみたいな利用とかもできるんで、そういった空間を作りたいなと思ってます。なので、まあ、古城で紡ぐ時の旅っていうコンセプトなんですけど、まあそういったテーマで C 社バーをね、作ります。まあ、内装はですね、カウンターの表面は大理石調にしつつ、床もね、マットな大理石調にして、壁は、まあ、ちょっと緑とグレーの混ざったような色味にして、で、間接照明とか、ペンダントライトとか、フロアライトとかね、入れて、すごい、ちょっと薄暗いんですけど、怪しい感じじゃなくて、優しい明るい暖色でね、包まれる空間をね、作っていこうと思ってます。そして、このシーシャバーシュメルでは、流行りの音楽は、一切流れません。ここで流れるのは皆さんの心を解きほぐし、リラックスできるね、ジャズの音なんです。そして現在の予定はですね、今絶賛工事中で、まあおそらく6月にプレイオープンで7月にね、グランドオープンができるんじゃないかというスケジュールでね、動いてますと。そんな中ね、ぜひね、皆さんにも来ていただきたいと。実際に僕も相当店にいると思うんで、来ていただいたら結構な確率で会えると思います。オフ会とかじゃなくてもね、実際に C シャバ来ていただければね、結構会えると思うんでね、ぜひね、お話できればと思います。ぜひね、そこで交流とかもできたらね、本当に嬉しく思います。そんな中でこのシュメルの時の旅のね、最初の仲間になってもらおうと思いまして、招待状をね、作りました。なんでクラファンをやってるかっていうと、まあ、ほぼほぼ前売り券みたいなもんです。ここでね、皆さんに早めにチケットをね、買っていただければですね、通常お店に行くよりも、まあ、かなりね、安い金額で、C 社とか、まあ、ドリンク含めて楽しんでいただけるんでね、いろいろね、そこでメトラさんもいたらね、交流もできるかなと思いますんで、ぜひね、来ていただいてね、いろいろお話できればね、僕も嬉しいです。で、まあ、どんなリターンがあるかというと、まあ、C 社をね、吸うチケットはもちろん、あとは個室もあるんで、そこの貸し切りだったりとか。まあ、あとはですね、YouTube の公開収録をね、初めてその店舗でやろうと思っているんで、まあ、そこでね、公開収録した後に皆さんとパーティーをしたりとか、そういうリターンのプランもあります。あとはですね、まあ、これはね、結構ぶっ飛んだプランなんですけど、東京のどこかに、僕を召喚して何時間かお話しするっていうプランもありますし、日本全国行くプランもありますし、あとはもし海外にいてね、僕を召喚したい人がいたら、数量限定ではあるんですけど、そういったね、プランもあります。なのでね、まあ、全体ね、数量限定なので、ぜひね、この動画せっかく見ているのであれば、ちょっとでも興味あったらね、概要欄また固定コメントのね、リンクから、この時の旅の最初の招待状をぜひ見ていただければと思います。そしてこの C シャバーシュメル、たくさんのね、応援の声があります。まず最初ね、ラッパーのサムさん、煙の中で音が踊るような、そんな空間になるんだろうなってワクワクしてます。応援してます。そして第2グループの岩田くん。西江さんから C シャバーの構想は何年も前から聞いていました。こだわりの強い西江さんが納得いくまで時間をかけて作り上げたお店、早く行ってみたいです。そして原田千秋さん。大都会に現れた深呼吸のできる場所。とっても素敵ですね。寄り道しましょう。きっと私たちの秘密基地になるはず。高瀬東也さん。名前のない感情も煙の奥でちゃんと呼吸してる。この場所が誰かのまだ言えない気持ちの居場所になりますように。シュメル、ケンちゃんオープン本当におめでとうございます。そして若手 TV、B 山、まあもうね、西江健二は最高な男です。そんな男が作る C 社が最高でないわけがありません。お店のコンセプト、C 社へのこだわり、恵比寿という立地、西江健二という人間、すべてにおいて不足なし。早く吸いたい。いやもうほんとね、
皆さんすっげえ素敵な応援コメントいただいて本当にありがとうございます。最後にこのシュメルという場所は、一人ね、物思いにふける夜だったりとか、あとは大切な人とね、語らいたい時だったりとか、もちろんデートだったりとか、もちろんね、一人でこう集中してお仕事したいなっていう時でもね、いろんなね、シチュエーションで使える場です。なので、この古城で紡ぐ時の旅、このコンセプトで、皆さんにね、時を遡りながら、ね、皆さん自身のね、まるで自分のこう、お城のような、そういった古城をね、作ろうと目指してます。そしてね、ぜひね、この動画をね、ここまでね、見ていただいてるそこのあなた、このシーシャバーシュメルの時の旅の最初の仲間になっていただければと思います。この古城であなたと旅ができる日を心からお待ちしてます。というわけで、ご興味ある方、ぜひね、概要欄、固定コメント、見ていただければと思います。ありがとうございました。